皆さんこんにちは。チーのグルメ旅。今回の滞在先はベトナム中部のダナン。気候が暖かく、物価も安く治安もいいことから毎年多くの観光客が訪れる人気のリゾート地です。そんなダナンは海鮮グルメの宝庫。巨大ロブスターをはじめエビ、カニなどの様々な魚介類が驚くほどお得に楽しめる、まさに激安海鮮天国。ミシュランに掲載された海鮮レストランをはじめ、地元で人気のローカルグルメ、そしてベトナム料理の名店もご紹介。ダナンで一押しの絶品料理を巡るグルメ旅、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今ベトナム中部のダナンに来ております。ここは今ダナン国際空港なんですけれども、ダナンは山と海に囲まれたリゾート地でして、物価はホーチミンやハノイに比べて安く、また漁業が盛んなことから新鮮な海鮮を食べることができる場所なんです。ここダナンはですね、2024年に初めてミシュランガイドの対象になりまして、今グルメの街としても注目されている場所なんです。私は初めてダナンに来たのは10年前なんですけれども、その時から美味しいグルメの数々に魅了されまして、今まで何度も来たことがあります。そんなこの街で今回はグルメ旅をしていきたいと思います。で、今着いたばっかりなんですけど、気温が今25度ぐらいで、雨季なのでもっとねジメジメしてるかなと思ったら、すごく涼しくて過ごしやすい気温で嬉しいです。日本はとっても寒いのでね、暖かくってかつ過ごしやすい気温のダナンで楽しく旅をしていきたいと思います。空港から今日泊まるホテルまでグラブで移動しようと思いますが、出口を出たらすぐにグラブ乗り場があるので、そこに向かいます。もう緑の看板があるので、その方向に行けば大丈夫。雨が降っててもグラブ乗り場まで屋根がついてるので安心。てか前ついてたか、こんな屋根。空港自体がなんかちょっとずつ来るたびに綺麗になってる気がする。道慣れに進んでくるとグラブ乗り場に来れます。グラブに乗れました。今日泊まるホテルは市内中心地にあるホテルなんですけど、グラブで約64,000ドン、日本円で380円、4キロ20分で到着します。タクシー代が安いのは嬉しいですね。あとね、ダナンは空港から市内までも近いっていうのもすごく嬉しいポイント。その分長い時間観光することができるので、ホテルに着くまでの間にダナンの基本情報を少しお話ししたいと思います。ダナンはベトナム中部の海沿いに位置してまして、人口は約120万人、広さは約1285平方キロメートルです。時差は日本よりマイナス2時間。成田からの直行便で約6時間で行くことができます。気候は一年中暖かく、平均気温が25度から30度くらいで過ごしやすい気候となっています。寒気は3月から8月、雨季は9月から12月となっていまして、今は絶賛雨季です。公用言語はベトナム語なんですが、観光地では英語が通じることが多いです。通貨はベトナムドンなんですが、ドンは桁数が多いのでお金の計算を間違えないように気をつけましょう。2025年12月時点にはなりますが、日本円にして100円が約17,000ドンというふうに覚えておくと計算しやすいと思います。最後にベトナムを観光する上での注意事項を3つお話ししたいと思います。まず1つ目がスリ置き引きに注意。ダナンは比較的治安がいい地域ではありますが、人が密集する観光地や夜市、ビーチではスリ置き引き被害も報告されていますので、バッグは前持ち、スマホは出しっぱなしにはしない方がいいです。2つ目がぼったくりに注意。移動するときはトラブル回避で流しのタクシーに乗るのは避けて、グラブを利用するのがおすすめです。決済も自動でできるので安心です。また海鮮レストランに行くときは、いけすで何がいくらなのか、調理代がかかるのか必ず確認するようにしましょう。いいお店は必ず明朗会計なので、濁したりしてくるお店は要注意。もう一つ、お釣りの確認を必ずしましょう。どんな桁数が多いことでよく起こるトラブル、お釣りの金額が合っているか、その場で必ず確認をするようにしてください。また両替地にも渡されたお札の枚数が合っているか、お財布に入れる前に必ず確認をするようにしてください。3つ目が横断歩道に注意。ダナンはハノイやホーチミンに比べると交通量は少ない都市ではありますが、それでもバイクや車の数は多いです。道路を渡るときには必ず左右を確認するようにして、急に走ったり止まったりせずに、ゆっくり一定速度で渡るようにしましょう。以上の3つに注意をしてもらえれば、ダナン観光は楽しくできるんじゃないかなと思います。
さすがの新しいホテルっていうことだけあって廊下から漂う清潔感。今日泊まるお部屋はこちらの18階の1809号室です。わー、めっちゃ綺麗。こちら1泊1部屋8600円のお部屋です。安っ。このホテルからはすぐ近くに半市場があったり、いろんな飲食店があったり、半川もすぐ近くにあるので立地がいいっていうことで選んだんですけど、ホテル自体もものすごい綺麗ですね。大きなキングベッドがありまして、ベッドはちょっと硬めです。枕元にはコンセントと USB のポートが2つついてます。ベッド正面には大きめなテレビが埋め込まれてまして、そこから YouTube も見れるし Amazon プライムなんかも見れます。これ嬉しい。ちょっとしたデスクがあって、なんかこれも大理石調でおしゃれな感じですね。ゆったり寝そべれるようなソファーと小さいテーブルがあります。景色はシティビューなんですけれども、高層ビルがなくて視界が開けててかなりいい感じ。そして右に行きますと、実質的にはもうリバービューですね。半川が眺められる景色になっていていい感じです。昼間の景色はこんな感じです。お水は2本無料で置いてありまして、電気ケトルもあって、フリーの飲み物の種類も豊富です。冷蔵庫もありまして、中はちゃんと冷えてます。クローゼット結構大きめで、バスローブがあって、アイロンとアイロン台もあります。大きめの物置もありまして、その下には金庫もあります。体重計もあるね。スリッパは結構ふかふか系のです。バスルームはかなり広めです。洗面台がありまして、ハンドソープとボディローション、アメニティ類も歯ブラシとシェービングと櫛とシャワーキャップとコットンゴムのセット。人が3人ぐらい入っても大丈夫じゃないっていうぐらいの大きな浴槽になってます。カーテンを下ろせばリビング側からは見えないんですけど、こう開けて開放感があるような作りになってます。ドライヤーも大きめのものがちゃんとあります。トイレはウォシュレットはついてない。その横にシャワールームもありまして、シャワーは上から出るのと手持ちで浴びるタイプになってます。ちょっと弱めですね。シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュもあります。部屋全体もかなり清潔感があってアクセスも良くて、この安さと考えるとかなりいいホテルだと思います。今回長旅で洗濯が溜まってるなと思って、ベトナムってね、ローカルの洗濯屋さんがすごい安いんですよ。なんとホテルのすぐ隣にローカルの洗濯屋さんがありました。しかもここ洗濯屋さんとマッサージが一緒になってるお店らしい。ちょっと暗いこの路地を進んで洗濯を預けましょう。こういうね、裏路地は本来あんまり入らない方がいいんですけど、ホテルの真隣だったらまあ大丈夫でしょう。わ、ワンちゃんいるし、めっちゃマッサージ屋さんやけど。ランドリー OK？OK？ あ、よかった。1000 AM？ あ、OK。洗濯預けられました。安かった。1キロ5万ドン。私ちょっと多かったから 5.5 キロ預けて日本円にして1500円ぐらいになっちゃったけど、ちょっとしたものとかだったら多分ね、600円700円ぐらいで済むと思うんで、すごいいいと思います。で、明日の朝10時に受け取りに来てねって言われました。今夜の8時なんですけど、夜ご飯のお店の予約が取れたのが8時45分だったので、部屋飲みしてから行こうと思います。これ目の前の1マートってコンビニで買ったんですけど、サイゴンプレミアム1万6000ドンでした。ってことはね、100円切ってるんだよね。安っ。プレミアムで100円切ってんの。ダナン1杯目。乾杯。あ、うまー。ベトナムのビールの味。濃すぎず薄すぎず。もう9時前だっていうのにすごい混雑してるわ。前より混雑してる。やっぱミシュラン効果ですかね。事前に電話で予約してたんで5分待てば入れるそうです。ダナン1軒目の海鮮レストランはモックシーフードに来ました。こちらのお店はもう以前から何度も来たことがあるんですけれども、このダナンの中でコスパが良くて人気なお店ってどこですかって聞いたら一番に名前が上がってくるようなお店になっております。ダナンが2024年にミシュランの大賞になった時にももちろん掲載されるだと思ってました。あ、呼ばれました。
ここのお店は以前から予約必須のお店ではあったんですけれども、ミシュランガイドに掲載されたことによって遅い時間もずーっと混み合ってるので、必ず予約してきた方がいいと思います。予約方法が電話で簡単な英語で予約することもできますし、以前は Google のメッセージ使えたんですけど、今使えないみたいで、 Google から席の予約っていうのを押すと Facebook かもしくはカカオトークから予約することができるので、予約は必ずしてきた方がいいと思います。メニューはいろいろあるんですけど、全部日本語が書いてあるので注文しやすいです。あとね、写真もついてるので、気になったものを指さして頼めば大丈夫。スープもあるし、ご飯メニューもあるし、鍋なんかもありますね。貝類もかなり種類が豊富でいろいろあります。あとお肉系もあります。やっぱエビとか甲殻類のメニューはかなりたくさん品揃えがありますね。ものによっては一皿いくらっていうものと、こういった大きなものに関しては 100g いくらみたいな感じで、一つの海鮮のサイズ測って値段が決まるっていうものもあります。で、あとお酒類もあります。一番安いビールで1万8000ドルなので100円ちょっと、めちゃくちゃ安いですね。瓶のサイズ頼んでも2万1000ドルです。お店は以前来た時は地元の人もいたかなと思ったんですけど、もう今回はほぼほぼ観光客の人っていう感じです。韓国の人、中国の人も多いし、なんか全体的にアジア系の人が多いのかなっていう感じですかね。タイガークリスタル頼みました。乾杯。うまっ。お店の人が全部綺麗に切ってくれるって。やっぱ内臓は食べないじゃん。これ一皿で13万5000ドンで日本円にして800円です。イカの蒸し物タイ風ソース付きってやつ。前は苦手だったんだけど、こう思ってる部分食べてみようかな。美味しそうだからぎっしりプチプチで、味付けはめっちゃくちゃ辛い。甘辛いチリソースって感じなんだけど、うまいわ。醤油だれがついてきたからこれにもつけて食べてみようと思う。ソースつけた方がよりうまい。ダナンに来たらもう必ず食べる牡蠣のネギ焼きです。9万ドンで日本円にして530円で6個入ってます。牡蠣のサイズ自体はね、ちっちゃいんだよ。味付けがうまいんだよ。磯臭さゼロの牡蠣。アスパラとカニのスープ8万9000ドン、これも530円ぐらい。カニとアスパラガスのスープっていうだけあって、ちゃんとカニの身とアスパラガスがたっぷり入ってます。ただ安かったから頼んだけど量が多すぎる。これは4人前ぐらいありますね。ベイビーホタテはこちらも8個で8万ドンです。ホタテ合うね。ホタテのサイズは小ぶりなんだけど、この一口でパクッと食べられる感じがすごい美味しいんですよね。こちらが 100g6 万9000ドンで 300g 頼んだので20万7000ドンで日本円にして約1240円です。全部ね、綺麗に食べやすくしてくれるんだよね。エビのガーリックソース炒め、エビ最安値にしてめちゃくちゃうまいです。一つ一つのエビのサイズが大きくって食べ応えがあってプリプリしてます。 300g からじゃないと頼めないよっていうことだったんですけど、2人だったら300でちょうどいいぐらいだと思います。10匹ぐらい乗ってたかな。チャーハンこんなでっかいサイズで出てきて、海鮮がたっぷり乗って8万9000ドン。なんかほらサクサクなんだよね。パエリアです。これはもうパエリアだよね、どっちかっていうと。お米がパラパラですごい美味しいです。フライドガーリックがたくさん入ってんだよ。100円でビール頼んで500円でご飯頼んで、あと海鮮1皿500円で頼んでみたいな感じで、本当に1人だったらお腹いっぱいになれるぐらいの価格感。最高すぎるよ。美味しかったです。ごちそうさまでした。今お会計したんですけど、お会計が2人で73万2000ドンでした。日本円にして約4380円ですね。安っ
おはようございます。今朝の8時なんですけど、ホテルの近くに良さげなヘッドスパのお店を見つけたんで行ってみたいと思います。ここに行ってみたいと思います。お店の中がキティちゃんだらけだ。ネイルとヘッドスパとマッサージができる。一番ベーシックのこちらの10万ドンでできるシャンプーとマッサージやってみたいと思います。ちなみにネイルメニューも激安で、ジェルワンカラーは28万ドンでできるので1500円くらい。男性用のメニューもあります。シャンプーとヘッドスパ終わりました。お会計が10万ドンで日本円にして約500円。むちゃくちゃ安いし、髪の毛サラサラになりました。これだったら毎日行きたいと思うぐらい良かったです。洗濯戻ってきました。ちゃんとね、時間通りに返してくれました。一個一個全部丁寧に畳んで梱包してくれてますね。むちゃくちゃ丁寧。こんだけ頼んで日本円にして1500円はすごく安いと思います。4階にはプールがありまして、朝6時から夜の7時まで空いているっていうことです。今はあいにく雨が降ってますけど、結構広くて開放感があるプールですね。階段で上に上がるとフィットネスがあるんだね。フィットネス結構広くて綺麗だね。フィットネスの隣にはスパがありますね。これから朝ごはんを食べに行くんですけど、ホテルのすぐ近くにミシュランガイドに掲載されたミークアンのお店があるので行きたいと思います。ミークアンっていうのはダナンのローカル麺なんですけど、ダナンに来たら食べるべきね、麺というか行ってみたいと思います。あ、入れます。メニューの中から一番安いポークとシュリンプのヌードルと一番高い全部のせのヌードル頼んでみました。水は7000ドン40円。オーダーしてから3分ぐらいで来ました。こっちがスペシャル全部のせの方で5万ドン。こちらがポークとシュリンプで4万ドン。なんか量的にはそこまで差異はないですね。生野菜もたくさんついてきます。絞って混ぜる。いただきます。麺が思ったよりはやわめ。味付けはほんのり甘くって、さっきライム絞ったからちょっと柑橘の香りも加わって、だからやっぱチリ入れた方がいいんだろうな。ちょっと辛みが欲しいよね。ありがとう。ちょっと混ぜて。で、このミークアンのこの麺っていうのは平たい米麺なんですね。だからね、ヘルシーなのよ。ベトナムの麺っていうとフォーを思い浮かべる方が多いと思うんですけど、フォーよりも麺が太いのでコシはある感じ、感覚的にはこう混ぜ麺みたいな感じで地元の人に愛されるソウルフードということです。ポークがこう薄切りになっている。おいしい。チキンは結構大ぶりな感じ。あ、結構塩？食べやすさで見たらポーク頼む。そう。癖がある鶏に。普通に一番上のポークシュリンプで4番丼がいいのかもしれない。この麺の中にパクチーとかナンプラーとかは最初は入ってないんで、癖があるもの嫌いだよっていう方も食べられると思います。自分で後入れする感じになってるから、唐辛子の瓶から1個取って入れると辛みが加わって美味しい。こうちょっと味変でエビせんを食べながら食べるとより美味しいですね。店内をこう見ると地元の人が普通に朝ごはん食べに来てる感じなんですよね。だから観光地のミシュランに載ってる店って基本的にもう観光客しかいないとかすごい並んでるっていうのがデフォルトだと思うんですけど、まだダナンはミシュランができた新しいからか全然なんかふっと思い立った時に入れる感じだから、それは嬉しいですね。もちろんそうじゃない店もあるとは思うけど、いや最初本当にここかって大丈夫ってなったけど、ミシュランのねちゃんとポスターがあったんで。麺の量多いかなと思ったけど意外とそこまで多くなかったんで、サクッと朝ごはん食べに来るのにもすごいいいと思います。ということでごちそうさまでした。
半市場到着しました。とりあえず中入ってみたいと思います。半市場の1階はお土産とか日用品が売ってる売り場になってまして、中央目の前に大きな階段がありまして、ここを登っていくと上が衣料品売り場になってます。みんな値段交渉してますね。こんだけ人がいっぱい買いに来てるっていうことはすごい安いんだろうけど、ちょっと小腹が空いたので、すぐ近くに観光客に人気のバインミー屋さんがあるということで行きたいと思います。これです。めちゃくちゃ主張が水たまり注意。で混んでるね。ちょうど空いてる。メニューは英語も書いてあるんで、この中から選ぶ感じで、どれを選ぼうかなと思ったんだけど、おすすめのやつはこの赤いベストセラーってマークがついてるんで、これのフライドエッグブレッドとこのベストセラーのチーズビーフブレッドを頼みました。なんかね、次々人が来てるから、なんかめっちゃ人気店なんだと思います。フライドエッグ、ビーフチーズ、チーズの方が濃いと思うからエッグからいただきましょうかね。ハサミで切れるんだ。半分こしよう。こちらがエッグです。中に入ってるのが卵とキャベツとコリアンダーとパテって書いてあったけど、あんまりパテ感はない。パンがうまい。湯気が出るくらい熱々の焼きたてで、そこに具材が挟んであるからサクふわって感じですごく美味しい。こっちがビーフチーズ。チーズうまい。見た目でこれビーフなのって思ったんだけど、ちょっとツナっぽい見た目だったんで、味はしっかりビーフ。チーズもくどい感じじゃなくてチーズソースって感じで食べやすいというか、バインミーでこんなに美味しいと思ったの初めてかもしれない。卵は結構あっさり系で、あんまり具材の主張がないんだけど、このビーフの方はね結構ヘビーなんで、これ1本食べるってよりは半々でシェアしたらなんかすごいちょうどいいかなって感じ。ビール飲む人の気持ちわかるね。朝起きてこれグラブで届けてもらってもいいなって感じ。どんどん人が来るから早く出ないと。ペロッと完食。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。半川沿いに来ました。後ろに見える大きい川が半川です。で、ここに見えてるこちらですね。こちらがドラゴンブリッジという観光名所になってまして、半川を挟んで三池ビーチ沿いのエリアとシティ側のエリアという風になってるわけですね。このドラゴンブリッジはライトアップされて、イベントみたいな感じで人がたくさん集まる場所になっています。今回前半宿泊してるのがこちら側のシティ側でして、後半は川を挟んだ向こう側になります三池ビーチ沿いのエリアに滞在します。三池ビーチ沿いはもちろん人気のスポットではあるんですけれども、この半川沿いっていうのも今すごく人気のエリアとなってまして、高層ビルの建設がどんどん進んでいることがわかります。今夜の7時なんですけど、ホテルから歩いて5分かからないぐらいのところに本格的な日本のお寿司を食べられるお店があるということで行きたいと思います。ダナンに来てなんで日本の寿司かいって思うかもしれないんですけど、ダナンは海鮮が安いっていうことで、おそらくね他の海外で食べるよりも本格的なお寿司が安く食べられるんじゃないかなと思って、日本のお寿司を食べるのと同じ目線で食べてどんな感じなのかっていうことをレビューしていきたいと思います。むしろ夜の方が交通量減ってる気がするんだけど、昼間改装してたけどもう改装が終わってる。改装途中でオープンすっごいでかい看板。今日の晩ご飯はこちらの寿司べいでいただきたいと思います。予約自体は電話で日本語で予約ができたのですごい楽でした。門構えは完全に日本のお寿司屋さんみたいな感じ。いらっしゃいませ。カウンターでもう本当にお店自体は日本のお店みたい。飲み物は瓶ビールが7万度、何種類か全部日本のやつですね。で普通のハイボールは10万度なんで600円ぐらいで飲めます。今回はこのゆりコースを頼んでみました。コースは3段階あって
で、一番お手頃価格のが80万ドン。結構一通り出てくる感じで、日本円にして約4800円。いろいろ載ってるんですけど、足りなかったらいろいろこう、アラカルトでもあって、日本っぽいおつまみもいろいろあって、こういうおすすめメニューで今日はこれあるよみたいなやつもあります。1貫で追加もできる感じ。外国人受けが良さそうなロール系のメニューもあります。で、私たち今回カウンター座ったんですけど、後ろ側に結構ね、大きめなテーブル席もあるから、予約の時にどっちがいいですかって聞いてもらえたので、その時の人数とか雰囲気に合わせて選べる感じだと思います。うま。アサヒスーパードライです。先付けがうざくって言ってた。いただきます。美味しい。日本の味だ。高知産マグロの手巻き。いただきます。なんかシャキシャキしてる。マグロとなんか入ってる。非常になんか映えなのが映えですね。ちょっと笑いが。しらすのお気づきでお寿司みたいになってる。手作りのお刺身が見るからにむちゃくちゃ脂が乗ってる感じなの。グルクンだって。グルクンの刺身沖縄で食べたことあるけど、こんな脂乗りじゃなかったと思う。ブリ。めっちゃうまい。ベトナムニャッチャン食えんの？ニャちゃんってクエ釣れるんですか？ニャッチャン結構食え養殖してるね。ああ。海鮮レストランの生けすに入ってる。柄物のやつ。2本目です。ダナンのアジ。結構一つ一つのサイズが小さめで食べられるのが嬉しいですね。これこれね。高知の金目鯛。高知の金目鯛。ございます。でこれがダナンのガリ。おー。つけてんのこれガスに。海苔の茶碗蒸し。折り返し地点ですでにコスパの良さを感じております。具材には銀杏とかお肉も入ってる。こっちの赤のマグロ赤身の漬けですね。中トロになります。で今度こちらダナンのカマスみたいな。カマス美し系。英語で言ったらバラクーダ。バラクーダ。ああ、そう。めっちゃくちゃ脂乗ってんだけど。これがダナンの太いより。人より。おお。素晴らしい技術。これ上に作ってるのがエビの頭から作ったエビの煮詰めになります。へえ。サーモンロール12万5千ドンか。美味しい。ありがとうございます。プリンみたいなやつだ。お正月みたいな味するね。最後の汁物です。デザートはティラミスです。日本でこのクオリティのお寿司をカウンターで握ってくれるお寿司で食べようと思ったらもっと高い値段すると思うし、お魚自体もダナンの地魚とあと日本の魚と半々になってるっていうことで、ダナンならではのお寿司、あともう日本人には馴染みのあるお寿司の味っていうのを両方味わうことができて、一番安いコースでも十分満足することができました。日本人の人も行ったらすごいコスパいいなって思えるようなお店だと思います。ごちそうさまでした。天気いいね今日。今日は今お昼の12時ぐらいなんですけど、お昼ご飯にダナンの名物バインセオを食べに来ました。ミシュランに掲載された有名なお店があるということで行ってみたいと思います。路地の奥にあるんだよね。この奥だ。こんな奥地にこちらのお店です。いい匂いする。
ちょうどお昼時なので大混雑。観光客の人と地元の人と混ざってるね。頼んだらもう2、3分ですぐ来た。バインセオってベトナム風のおかず系クレープみたいな感じで、日本で言うならお好み焼きみたいな感覚で食べられる料理です。紙2枚重ねて。うんうん。7、うん。早い。あ、Thank you。やってくれました。生春巻きの乾いた皮みたいな感じ。うん、パリッパリ。中に入ってる具材と香草の味がタレをつけて食べた瞬間にふわっと広がってくる感じ。バインセオってね、昔ホイヤーの観光地に行った時に食べたことがあって、卵の部分がパリパリじゃなくてもったりした感じだったから油っぽいなと思ってたんだけど、ここのやつはパリパリでお手軽スナックみたいな感じで美味しい。そうなんだね。本場ってこんな感じか。ベトナムのローカルフードは基本的にヘルシーなものが多いですね。この特製のタレがめちゃくちゃ美味しい。ただのピーナッツソースかなと思ったんだけど、甘さがない美味しいごまタレって感じ。めっちゃうまいんだけどペロリだよ。うまいよね。美味しい。うん、ここのお店がミシュランに選ばれた理由はわかる。こんな感じでね、まるっとエビが入ってるんですけど、これがまた美味しい。食べるとふわっとエビの香りが広がってくる感じ。グリルミートロール。うん、ベトナム風のつくねって感じ。いや、相当美味しいよ。もうこれも挟んじゃう。こんな感じで串も入れちゃって、これ食べれちゃうね、全然。サラダラップみたいな感覚で食べられる。席にチリソースがあって、それをタレに入れるとちょっとスパイシーになってより美味しい。めちゃくちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。バインセを食べ終わったんですけど、結構軽めだったんで、もう一軒ベトナムのローカルフードのお店に行きたいと思います。カニのスープ麺のお店があるっていうことで、さっきのバインセのお店から歩いて10分ぐらいのところですね。今向かってるお店は Google のレビュー数も100件なくてですね、結構ローカル色強いんだけど、それでもミシュランに選出という結構珍しいタイプのお店。あ、本当だ。ミシュランって書いてある。本当に聞きたい。ダナンのミシュランはどの基準で選んだんですかと。謎の味噌みたいなやつをたっぷり入れてる。お昼時にお客さんが一人もいないカニ麺いただきます。うん、美味しい。甘めのあっさりしたカニだし味噌スープって感じかな。2025年に選出だから、今まで今回行ったお店はその一番初年度から選ばれたお店だったけど、多分ここはねニューラインナップなんだと思うんだよ。1個しかないから多分そういうこと。どの基準なのかは知りたいけど、なんて言えばいいのかな。うまいんだけど、この感じのお店ってめちゃくちゃいっぱいあるんじゃないのって、それがなぜここがあえて選ばれたのかっていうのはまあ美味しいけどね。さっきのお店はそう味もすごくローカルフードの中でもトップクラスですよっていう感じの味だったんだけど、ここのお店はそうだね、カニ麺なんだけど、これがスプーンでバコッとすくって、入れてったこれ溶いて食べるような感じなんだろうけど、ここにすごいカニの味が凝縮されてる。麺自体は結構やわめな感じで、スープはカニの出汁のちょっと甘めの酸味が効いたスープって感じ。フォーとはまた全然違う感じかな。海鮮系の濃い麺が食べたい人にはいいかもしれない。ごちそうさまでした。さすがにこっちの方まで来ると全然お店もないし、
ちょっと閑散としてるね。観光地エリアから外れてるから安くて美味しく食べられるのかもしれない。どこまで車で行けるのかっていう超ドローカルな通りに入ってきちゃったね。地元の人しかいない道。ここまでしか行けないよ。Thank you。小道が細すぎて車は手前までしか来れない看板があります。今日の晩ご飯はナムダンシーフードってお店に行くんですけど、こちらもミシュランに掲載されたお店なんですが、ここはもともとローカルの人に愛されていたシーフード店ということで、アクセスがねあんま良くないんですよね。結構上の方まで来ないといけないところにあって、ただね中心地からグラブで、道が空いてるんで15分ぐらいで行くことはできました。すごい安くて美味しいんだそうです。楽しみです。ただねちょっと見て、もうね道が真っ暗で若干不穏な感じなんですよ。これさ Google マップがなかったら怖くて来れないね。だいぶ歩かせるな。これまだまだちょっとありますね。結構道端に穴開いてるトラップあるんで気をつけてください。最初降りたところで多分あそこがグラブ降りるスポットなんだと思うんだけど、そこに看板はあるんだけど、それ以降は看板がないので Google マップがないと多分たどり着けない。やばいやばい、もう野犬がミシュランなかったらたどり着いてない。ここに看板が出まして、こっちです。急にこっから映えですよ。てか人の気配めっちゃある。予約取らなくても席数がめちゃくちゃあるんで大丈夫だと思います。こんなに広いんだもん。いけすゾーンでまずは海鮮を選びます。自家の海鮮類の値段はここで一覧に書いてありますね。結構今まで行った中でも安い方じゃないの。だって1キロで9470円。値段がちゃんと書いてあるからぼったくられることがないので安心ですね。いけすの中もすごい綺麗になってて、でっかいハマグリとかあんまり見ない貝もありますね。ね、ここの貝でかいよ。わわ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 、何これ、めっちゃ美味しそうじゃん。何これ、超でかい指がいる。なんかね、いけすに酸素もかなり行き渡ってて超元気な感じだよ。わあ、これで 800g なの。1キロ安い。お、平気。やばいよ。これで 800g だよ。1キロで9500円ぐらいだからかなりお得だと思う。5 garlic, garlic butter, milk tea, steam. フライドガーリック。5 garlic. 1キロ。で1キロ1180円だよ。驚異的なやつ。チリソースかスチームかどっちがいい？スチーム。うわー、めっちゃ息がいいね。ちょっと多いね。1、2、3、4、5、6。オッケー。めっちゃ安い。こんな良コスパ店をどうやって見つけるんや。こういうメニューに載ってる海鮮が10万ドン切ってるんですよ、ほぼ。やべえ。ほぼ600円ぐらいで、超えてて15万ドンぐらいだから1000円いってる皿がほぼないですね。多分一番安い、ここが。日本語はちょっとおかしいけど、まあ意味は大体伝わる。野菜炒めとかもう3万ドンだから。モックも相当安いけど、ここはイケスの値段がちょっとおかしい。エビの串が1本60円ってこと。これで8万ドンっておかしいから。この店はね、ちょっと、こっちテンション上がっちゃったし。だって言ってもね、アクセスが悪いって言ったって、タクシーが安いんだから、タクシーで来ればいいのよ。この安さだったら、むしろ足伸ばして、観光地のところ行くんだったら絶対こっち来た方がいいわ。あと味ですよ、問題は。海鮮レストランに行くとよくこういう感じで出てくるんですけど、ここに絞って混ぜて食べるって感じ。乾杯。うまい。この大きさだよ。やばいよね。甲州でこれ1匹2500円だったよ。シャコをお店の方が綺麗に剥いてくれました。こうしてもらえるとめっちゃ食べやすくて嬉しいね。こうしてくれるならシャコは全然食べたい。剥いてもらってここまででかいシャコってあんまないよ。いただきます。めっちゃうまい、このシャコ。
食べ応えがすごい。チリにしたけど辛さは実際そんななくって、なんか刻んであるガーリックとその唐辛子が程よく口の中に入ってくる感じですごい美味しい。シャコ史上一番うまい。スチームはレモングラスのスチームですね。1キロで丼2つ分1000円だから、2人だったらハーフでいいと思う。でっかっ。うまっ。蒸しすぎてないチュルチュルのハマグリに結構唐辛子が効いてて辛くてうまい。このサイズのハマグリたくさん食べようと思ったら絶対にこの値段じゃ食べれないよ。やばっ。うわ、結構辛いね。ダナン何回も来てるけど、ここまで大きなハマグリはあんま食べたことないよね。スチームっていうと辛いの出てきちゃうから、辛いのがダメな人は辛いのやめてくださいって言った方がいいですね。チリソースなんかより全然こっちの方が辛いです。ある意味罠。700-800g ぐらいのサイズのロブスター。半身でこんなにでかいです。どこの海鮮料理屋さん行ってもロブスターってあるんだけど、やっぱり一番目玉だから結構値段が張るんですね。ダナンのいろんな海鮮レストラン行ったことあるんですけど、その中でもここのロブスターが多分一番安いですね。うわ、ごめん、熱すぎる。なんかこの広さでこんだけ店員さんがいるからめちゃくちゃ手厚いサービス。このタレに本当につけさせてもらって美味しそう。いただきます。ガーリックの味もちゃんとするし、価格から見たら本当に安すぎる。かなり新鮮で弾力もあって甘みもある美味しいロブスター。付属でついてきたこのマヨがチリマヨみたいな感じで、実質的にはもうエビマヨですよこれ。やばい。本当にロブスターの肉だけでお腹いっぱいになってくる。一皿400円か500円ぐらいの牛肉焼きそば。いい箸休めになる。ライム塩につけていただきます。本当に美味しすぎて。エビの味噌も結構たっぷり入ってますね。味噌やば。なんか揚げ焼きみたいになってるからすごいクリーミーな味噌の部分が閉じ込められてる。もうあっという間に来てバッと食べ終わっちゃったんですけど、結論から言うとモックシーフードと同じぐらいコスパはいいんだけど、いけす料理はこっちの方が全然安いと思うし、モックはやっぱリゾート感がある感じの雰囲気も楽しめるお店なんですけど、こっちのお店はどっちかっていうとローカル感を楽しめるお店。同じかもしくはそれ以上安くて新鮮で美味しい海鮮食べられるのでおすすめだと思います。私が今までダナンで行った海鮮レストランの中では間違いなく高級料理帯の料理も安く食べられるいいお店だと思いました。ということでごちそうさまでした。これだけ食べて1万円ちょっと、1人5000円ですよ。ありえない。で、注意事項としてここの店はカードが使えません。今回行ったディナーの店で唯一カード使えないお店だったかな。美味しい海鮮も食べ終わったということで、半川沿いにあるノボテルホテルのルーフトップバーに来ました。綺麗な夜景を見ながらお酒を一杯飲もうと思います。ハッピーアワーもやってます。OK。Thank you。こっからさらにエレベーターに乗るんです。はい、こっからさらに登ります。結構クラブな感じで、誰ももしかして私とさ、へんちゃうわー、一席だけ空いてるじゃん。ちょっと待って、とんでもない夜景だわ。こういうのも頼めるよっていうフードメニューもまあまあいっぱいあるけど、今は9時までは2ゲットバイ1フリーなので、そっちの方がお得じゃない？全部のカクテルに適用されるらしい。雰囲気は結構ラグジュアリーな感じではあるけど、全然堅苦しくなく来れる雰囲気ですね。実はここのバーは私が10年前に初めてダナンに来た時にも来たことがあるんですけど、その時よりも夜景がものすごい綺麗になってる気がします。ということはこの10年間の間にたくさん建物が建ったっていうことですよね。よりきらびやかになってる感じがする。
遅い時間になればなるほどどんどん混むだろうから、サクッと綺麗な夜景見たいなっていう人は早めの時間に来るのがいいかも。ハッピーアワーでもう一杯無料でもらいました。急遽始まったボルタリングショーみたいな。だから技はすごいんだけど、何の前触れもなくいきなりショーが始まったから火がついちゃったよ。火がついた瓶を投げてます。燃えちゃいそうだよ。待って、気づいたらダンサーが、セクシーダンサーが踊ってたんだけど。変な酔い方しちゃったよ。今12時なんですけど、ホテルの部屋に入れるのは2時からってことだったんで、ちょっとホテル周りをいろいろ今日はね、天気もいいので散策したいと思います。このホテルの目の前に三池ビーチがありまして、歩いて10秒で海に行くことができます。三池ビーチに来ました。ここだけ見ると白人の人だらけで、なんかヨーロッパの海に来たみたいな感じになってる。サーフィンしてる人が多いけど、今日はね、天気もいいからか日向ぼっこをしている人とかもたくさんいます。ダナン自体は朝日が昇ってくる海なので、結構ね、午後になってくると海の色はちょっとこう濁った感じの色にはなっちゃうんですけど、でもこう見るとね、砂浜も白くて綺麗だし、海も波が高くて結構映える感じにはなってますよね。遊泳エリアなんで監視員さんもいるんで、なんか危ないことが起きたらすぐ助けてくれる感じ。ほぼほぼ 99% 観光客の人ばっかりだけど、ちょっと美しい人が多すぎて泳ぐには気負いしちゃうかも。三池ビーチから車で20分ぐらいで着くリンウン寺に来ました。ここはですね、約67メーターの巨大な観音像が見られる場所として有名なところです。この観音像は海に向かって立っていまして、ダナンの町や漁師さんたちを守る存在というふうに言われています。巨大な観音像が海の方を向いているわけですね。門の外出るとすごい見晴らしが綺麗なんですよ。おー、やっぱり正面から見ると迫力ありますね。予約を取るときにシティビューしか空いてなくって、一応オーシャンビューできないって聞いてみたら、なんと無料でオーシャンビューに変えてあげるってメリークリスマス。あ、嬉しい。ウェルカムドリンクをもらいました。レモングラスの匂いする。あ、うまっ。なんか廊下も随分シックなおしゃれな作りですね。エレベーター降りてすぐのところが今日泊まるお部屋です。今日泊まるお部屋は14階の07号室です。ちょっとまずはアップグレードしてもらったオーシャンビューが見たいというか、ちょっともう見えてるんだけど、やばい。すんごい遠くの海平線全部見えるぐらい綺麗な景色。前に遮るものが何もないので気持ちがいいくらい開放感のある景色ですね。こちらの部屋は1泊1部屋16,000円です。アップグレードしてもらったんでシティビューの価格ではあるんですけど、今ちょうどホリデーシーズンでちょっと値段が上がっちゃってるので、普段はもうちょっと安いんじゃないかなと思います。ベッドはツインのタイプで1つシングルだと思うんですけど、それでもなかなか大きめ、結構やわめです。壁もストーン調っていうんですか、なんかおしゃれな感じになってます。枕元にはコンセントが2つ、 USB のポートはないですね。ベッドの正面には埋め込みタイプで大きめのテレビがあります。あ、 YouTube は見れますね。テレビの横に細長いタイプのデスクがあります。ちっちゃめのソファーとテーブルでウェルカムフルーツがあります。オーシャンビューの方の窓は開かないんですけど、外に出れないタイプのベランダではあるけど換気ができるようになってます。で、ちゃんとプライバシーが保護されるように目隠しで植物が置いてあるんだと思います。お水が2本、ちょっとおしゃれなやつですね、ありまして、電気ケトルもあって、引き出しの中にコーヒー、ティー類もあります。冷蔵庫もちゃんとありまして、中冷えてて、コーラも入ってるよ。コーラとあとお水が冷やしたのも2本入ってる。これ全部フリーです。ドライヤーもあって、バスローブはグレーですね。なんか珍しい。小さめだけど金庫も一応あって、プールに行く時に履くサンダルも置いてあります。スリッパはない感じですかね。広いですね。
声響いてるもん。ライティングされたおしゃれな鏡と洗面台がありまして、アメニティ類は結構多め。コットン、綿棒、歯ブラシ、櫛、シェービングとボディローションもあります。バスタブもでかい。ここで湯船に浸かりながら開けられまして、オーシャンビューを眺めながらお風呂に入ることができる。こんな感じでゆったりお湯に浸かりながらオーシャンビューを見れる。シャワールームもありまして、シャンプーとコンディショナーとシャワージェルがあります。天井からと手持ちでも浴びられるようになってます。シャワーの形面白。うわっ、待って、やばい、ちょっと待って、ノズル取れた。ちょっと待って、どういうこと？すべて完璧だったんだけど、シャワーのノズルが取れてびしょびしょになっちゃった。やばない。ちょっと待ってくねよ。お手洗いはその横にありまして、ウォシュレットはついてないけど、すごいおしゃれな作りですね。ちょっとシャワーを直してもらわないといけないんで、ここらで一旦ちょっと、シャワーサクッと工具を持って修理しに来てくれまして、すぐ新品のものに取り替えてくれました。水圧はまあまあ強めですね。着きました。なんかすごいね。ちゃんと海を一望できて、さらにシティもずーっと一望できる作りになってる。風強いけど、ここから下るとさらにプールあるんだ。こっちも行こう。すごっ。なんじゃこりゃ。ここやばない？プールからの海もう一個つながってるみたいに見えるぐらいすっごい開放感あるんだけど、高級ホテル泊まってもなかなかここまでのビューのインフィニティプールないんじゃないかな。紅茶4種類、ピーチティー、リプトン、ストロベリー、ロータスティーだって。何これかわいい。こんなの無料で食べれるの？ちょっとどんどん取ってってなくなりそうだから。ツリーケーキ、これはとりあえず2個でしょ。毎日アフタヌーティーがついてるホテルって最高じゃないですか。ちょっと可愛すぎていろいろ卵、クレームブリュレ、手作りなんだよね、ちゃんと。カスタードが、席は早いもの順だから2時からだったらもう2時に来た方がいいかも。いい席で食べられる。だからもっとこじんまりとしたアフタヌーティーかなと思ったら、思ってたよりも規模が大きくてびっくりしたって感じでした。しばし休憩です。今日の晩ご飯はちょっとベトナム料理が続いてたんで、一旦落ち着こうと言いますか、私たちね、毎回ダナンに来た時に韓国料理も食べることが多いんですよ。ここのお店は今日初めて行くんですけど、結構今流行ってるサムギョプサル屋さんっていうことで行ってみたいと思います。にぎわってるな。本場と同じ感じだ。結構当たりな匂いする。本場韓国って感じだ。そこにさっきね、このお兄さんいてたけど、あの人が社長で、やっぱ韓国人の人がやってるお店なのよね。メニューもすごいシンプルで、セットがちょっとあまりに多そうだったんで、定番のバラ肉と肩肉を一つずつ頼んで、冷麺と、あと牛のチゲ、ピアランチムとご飯頼みました。油が跳ねないようにガードがついてます。全部の店こうしてほしい。この量で考えたら安い気がする。安いと思う。へえ、美味しそう。おお、豪華な。おお、Thank you。超うまそう。いただきます。うまい。お肉とかキムチの焼き加減がすごいちょうどいい。ケランチム縮んだね。出来たてだ。ふわふわ。美味しい。ここまで本格的な韓国料理屋さんってなかったんじゃないの？ちなみにだけど今日クリスマスイブですからね。現地の人もちょいちょい食べに来てて、なんかごちそうって感じなんじゃないかな。肩肉の部分。
これ流行るわって感じ。辛いんじゃないの？そんな辛くない。甘くない。これ韓国で食べててもうまこの店って言うと思う。うますぎて会話が出てこない。味噌チゲいただきます。あー、なんか納豆みたいな味するけどそれがうまいわ。冷麺をいただきます。あ、本当に本格の冷麺だね。ダナン閉めるな。うわー、もう食べながら眠くなってきちゃったもん今。満たされました。ダナンにいても本格的な韓国料理が食べられるっていう意味で考えたらなんか悪くないなというか、本当に美味しいからびっくりしました。ということでごちそうさまでした。朝ごはんを食べに来ましたけど大混雑してます。混み合っててすぐに入れない状態だったんですが、10分くらい待って入れましたね。フレッシュジュースも3種類が用意してあって、デトックスウォーターおしゃれ。ベトナムの練乳が入ったコーヒーとあとブラックコーヒーもあります。フルーツの種類もかなり豊富。ジャックフルーツ、ドラゴンフルーツ、メロン、パイナップル、あとヨーグルトにトッピングで入れるフルーツなんかもたくさん種類があります。シリアルコーナーは4種類、ラザニアみたいのとかベーコン、ソーセージ。さすがベトナムっていうこともあってパンの種類も結構豊富です。ハム類の種類もかなり豊富。キムチもあったり、キンパ、サラダもなんかマリネとか生野菜いろんなのが置いてありますね。チーズの種類もかなり豊富です。ここでベトナムらしいものもラインナップがありました。コリアンキムチスープって書いてある。他にもある。チリビーンズ、野菜、ベーコンポテト、ご飯は2種類。ビーフシチュー。ここではフォーを作ってもらえるんですけど、フォーは全部で3種類あって、ポークとチキンとあとビーフ。右側はエッグステーションになってて、手前でパンケーキとかバインミーとかも取れるようになってて、あとエッグベネディクトもあるね。卵の種類はオムレツと目玉焼きとスクランブルエッグ。2人体制でフォーもあるから、なんかすごい早くもらえていいね。アフタヌーンティーの種類も多いなと思ったけど、無料でついてくる朝食って考えたら規模大きすぎるやんっていうぐらいちゃんとした朝ごはんでした。今日の夜ご飯はミシュラン選出された海鮮レストランのミーゲビーチ沿いにありますベーマンっていうところでご飯を食べていきたいと思います。前から人気だったお店だと思うんですけど、ミシュランになってより人気が急上昇中のお店ということで、価格であったりどんなものなのかとりあえず見て美味しそうなものを頼んでいきたいと思います。ここのお店はとにかく広くって選べる海鮮の種類もかなり多めです。壁側に海鮮の種類が書いてあって、で時価のものはここにこんな形で値段が書いてあって、それぞれ水槽のところにグラムでいくらっていう風に記載がしてあるスタイルです。でっかい手長エビ絶対美味しいの食べたい。まだ6時前の早い時間帯なんですけど結構混雑してますね。今回の海鮮レストランの中でまだ食べてないやつをちょっと食べたいなと思ってて、メニューにいろんな食べ方が書いてあって、ここから選ぶ感じみたいです。300ミニマム。300? OK。トレーの分を100引いてるかもしれない。そうだね。で、あと2。700g。1個でいいんじゃないの？ OK。これ1個でよくね？だって1個で200くらいあると多分。これ食べたい。うわー。これはエビ釣りで無理。OK。でっけえのこれ。わー、ビッグビッグ。わー。これでどうでしょうか？いいじゃん。ビールも安い。お酒がその他ワインとかもありますね。モッカもある。なんか意外と種類も豊富で良さげな感じだったということで。確かにナムダンよりは高いけど、あれナムダン異常に安い。そこまで変わらないし、いろんな種類食べたいならこっち来たわ。スイートスネイルっていう、これベトナムに行くとどこでもあるんだ
だけど、タイとかだとね結構かなり高級な貝になっちゃうんですよ。これがベトナムだと比較的お手頃価格で食べられる。うん、俺は好きな辛いけど俺は好きな結構磯感あるね。そうおお、平貝結構まさかの開いてくれるスタイルだったから結構ボリュームあるね。平貝のオニオンソース、何これ、めっちゃでかい。結構レアめな感じなんですけど、ほぼ生みたいな。うん、でこちらが見て、むっちゃくちゃでかいタイガープラウンなんですが、いけすで生きてるやつだと 100g22 万ドンで結構高級だったんですけど、死んじゃったやつがめっちゃ氷で冷やしてあるのが右側にあって、それは1匹 100g5 万9000ドンだったんですよ。で安かったんで、その死んでる方を頼んでみました。ソースにパンつけるとうまいよって言ってこれを持ってきてくれました。この大きいエビ、ナムダンシーフードでもあったんだけど、さすがにロブスター食べてこのエビも食べたらなんかどっちの良さも半減しちゃいそうだったんで、日にちを分けて食べようということで、お亡くなりになられたやつを安く食べられるんだったらそれはお得じゃない？生で食べるわけじゃないんだから、言うてもですよ、たっぷりのエッグソルトソースにつけましていただきます。でも弾力があって、まだ全然死んじゃってから時間が経ってない。めっちゃうまい。もはやなんならあっちもちょっと死んでた。いい食べ方を教えてあげよう。平たくしましてパンに挟むとこんな感じになる。スチームのカニ来ました。見て、味噌たっぷり。やっぱね、いろんな料理法があるんだけど、カニはスチームにした方がいいんじゃないかっていう話になりまして、左側がライムの胡椒で右側がチリのソースなんですけど、こういうのにつけて食べると結局スチームも味がついて美味しい。味噌が濃厚だ。これいけすの中で掴まれてしまった運の悪いカニちゃん。いや海に帰ることないから海鮮チャーハンに最終的になるよりはマシだったかもしれない。味噌がたっぷり。これから食べやすい。そうだね。こう肉質が結構ホロホロ系のカニで比較的安いのに美味しいですね。カニをきれいにほぐせましたので、ほぐしたカニを胡椒ライムだれにつけていただきます。カニの甘みと合わさってこのタレうまい。めっちゃチーズはこれちょっとジャイアントテナガエビです。エビ釣りで釣った時に美味しいなと思ったんだけど、エビ釣りで釣るやつよりも数回り大きいやつ。3、4倍でかい。でチーズ焼きにしたらね、なんか半身割ってチーズかなと思ったら後ろに切れ込み入れてチーズっていうちょっと斬新な感じでした。多分なんだけど味噌がめちゃめちゃ入ってるやつだから、割ると味噌がこぼれちゃうからここにだけチーズを塗ってくれたんだと思います。これね、割ってみ。なんかさばいてるうちにチーズ感はちょっと薄まったんだけど、美味しいんだけどチーズが少ないまあこのエビは味噌を食べる。そう多分これ全部味噌でしょ。このエビの頭のところに入ってるギュッとした味噌の量を考えたら、カニ食べるよりもお得なんじゃないかなってちょっと思う。味噌食べたい人はこのエビを食べた方がいいな。あ、もう味噌食べ終わっちゃったよ。いやまたやっぱ最強なのはこの言い方ですね。本当に一口食べてほしいんだけど、味は分かるから大丈夫。これはね、もう原宿で売ってたら1本2000円以上取るねという当たり前だよ。味に仕上がってる。当たり前だ。バーナーでこうやって炙ったらもう完璧なんだけど、本当に食べて。うまいでしょ。うまいでしょ。
ありえないサンドイッチになってる。ベトナムのエビの味付けっていうと定番がいくつかあるんですけど、蒸しとか焼きとかはもちろんのこと、ガーリックバターソースっていうのが結構みんな定番でというかおすすめされることも多いと思うんですけど、ガーリックバターソースはね結構甘いのとものすごい量の油を使ってるので、私も以前からダナンに来た時は何回も食べてるぐらい大好きな味であるんですけど、正直かなり胃もたれするんですよ。最近たどり着いた答えが大体それと同じぐらい定番で、このエッグソルトソースっていうのがありまして、これは感触的にはガーリックバターソースと同じ感じなんですけど、甘さも油感もちょっと抜いたような感じになってて、なんかちょっとあんまくどいのは嫌なんだけど特別感があるちょっと濃いめの味付けがいいなっていう人はエッグソルトソース試してみてください。エビ、ロブスター、まあカニでもいいんだけど、カニ結構食べづらくなっちゃうからうわーはい、ということでここのお店は三池ビーチの目の前にあって、本当に今この海沿いの席に座っていると波が見えるぐらいには近いんですよ。だから雰囲気も感じられて、好きなものをいろいろ選べるその種類の多さっていうところですごくいいお店だと思いました。ということでごちそうさまでした。ドラゴンブリッジのところに来ました。ショーが行われるのは毎週末ですね。金土日とあと祝日、火と水を吹くドラゴンのショーが橋で見られるということで見に来ました。夜9時から15分間ということであっという間に終わってしまうんですが、見に行きたいと思います。すでに人がすごいことになっている。ちなみにドラゴンブリッジのすぐ横にはですね、ソンチャナイトマーケットという夜市があります。ここではいろんな美味しい海鮮を食べ歩きができたりとか、あとはお土産が買えたりとか、いろいろちょっと楽しめそうな場所ですので、ショーを見終わってからソンチャナイトマーケットも回ってみたいと思います。ベストスポットを探したい。登った方がいいと思ったら下から登れるんだね、あれ。ちょっと人がものすごい埋め尽くされてる。なんとか人々の間をすり抜けてベストポジションまで来れました。いい場所にたどり着きました。辺り一面にすごい人の数です。さすがに年越し前の最後のショーなのでね、ダナンに来てこんなに人集まってるとこ初めて来たかもって感じ。すごい。ショーが始まった瞬間に通行止めになって、なんかもう人がどんどん前に出てきてカオスな感じになってます。で、なんか音はないんだね。すごい勢いで。水の下にいる人たちびしょ濡れになってるけど大丈夫かな。あれ、もう終わっちゃったの。今9時8分ですけどショー終わりました。ショーの内容としてはドラゴンが最初に炎をなんか 5,6 回ぐらい吹いて、その後に水を 5,6 回ぐらい吹いて終わりました。一気にすごい渋滞だわ。ショーを見てその後市場に行く人たちですごい混んでる。ソンチャナイトマーケットのところに来たんですけど、気軽に見に来るならショーの前に来た方がいいかもしれないね。入り口入ってすぐのところにはお土産市場、雑貨市場が並んでますね。ちなみに私は以前からダナンに来た時にこのコースターが結構可愛くってお土産に買って行ったりしてます。鍋敷きとかも結構可愛いよね。食べ物があるエリアに行きたいな。基本的にお土産店のものは値段が書いてないものが多いので交渉して、ちょっと値下げしていくっていう感じになりますけど、そこまで高すぎるっていう感じではないです。市場の中にはマッサージ屋さんなんかもあります。食べ物エリアだ。すごい美味しそうなものがいっぱいあるね。ここから具材を選んで焼いてもらうスタイル。でっかいロブスターたくさんあります。カツじゃないけどいくらなんだろう。
30万ドン、はいここのロブスターは1匹なんと30万ドン、1700円で食べれるらしい。安っ。お店によってこれセットにしてるんだ。これ全部込みで120万ドン、7000円ぐらい。料理もここから5種類サービスしてくれるらしい。ソンチャナイトマーケット、カツじゃないけど海鮮めちゃくちゃ安いかも。なんかでも見た感じ鮮度はねそんなに良くなさそうな感じだけどね、まあ、鮮度じゃなくって安さ重視で来るならいいかも。でもね結構食べてる人いますよ。鮮度がいいお店はないのかな。海鮮店で食べると結構高級なこのエビも1キロで40万ドンなので2300円ぐらいでこんだけいっぱい食べられる。1キロ60万ドンのロブスターだと3500円ぐらいで食べられますね。めっちゃ焼いてる。わーでかっ。ここはこれ全部ついて30万ドンなんだって。安っ。セット売りしてサービスしてもっと安くしてっていうのがほとんどですね。なんかぶっちゃけ生で食べたりとかレアで食べたりしないんだったら、ロブスターだけ食べたいとかだったらね、ここに来てサクッとグリルで焼いてもらって食べるのも結構お得に楽しめるのかもしれません。豚肉とかも食べられる。シーフードを買った人はこの下のエリアのレストランみたいになっているところで料理が出てくるのを待つっていう感じになってます。 This one lobster is 200 for one. 1個20万のこれ1000円ちょっとだ。安い。あ、ビッグサイズhow much? 400 for one. オッケー。結構ここのお店も繁盛してる。ちゃんと一個一個グリルで焼いてる感じですね。ソンジャナイトマーケットをぐるっと見終わりました。とにかく小割で人が多くてね、お土産も買えるし、あと海産物が本当に想像以上に安くて驚きました。鮮度とかはやっぱり海鮮レストランで食べた方がいけすまうし、もちろんいいんだろうけど、観光ついでにサクッとダランならではの海鮮食べたいよっていう人はショーを見て、その後にソンチャマーケットで炭火で焼いたロブスターを食べるとかもすごいルートとしてはいいのかなと思いました。だって1つ1700円とか安いとこだと1000円ちょっとでロブスター食べられるって最高じゃないですか。私はちょっと今回海鮮レストランでいっぱい海鮮食べちゃったんで食べなかったんですけど、気になる方はぜひ行ってみる価値はあると思います。もし失敗したとしてもってならないぐらい安い価格でした。はい。で小割だからかね、ちょっとグラブが捕まりづらくて、そこまでホテルとの距離も遠くないのでバイクタクシーで帰りたいと思います。着いたっぽい。わあ、バイクタクシー風気持ちいいし、思ったよりも全然早く着きました。安いし最高ですね。今日ダナン最終日なんですけれども、なんかね昨日からちょっと風邪っぽくて体調が芳しくないので一回仕切り直そうということで、ホテルから歩いて10分のところにある日本式のラーメン屋さんにお昼ご飯を食べに来ました。サンラーメンです。一番最初のページにあるのが抹茶鶏白湯ラーメン。落ち着きたいから一番定番のやつを。鶏白湯醤油ラーメン16万ドン。カツ丼食べたかった。美味しい。スープが白濁色で鶏の味がしてすごい美味しい。日本で食べたらもっと絶対高い値段するだろっていうぐらい美味しいラーメンなのに12時でお店ガラガラ。これは染みちゃうね。卵がちゃんと半熟で出汁の味が効いてて本格的で美味しいです。チャーシュー、柔らかくて美味しい。豚骨ラーメンの中に入ってるやつみたい。体にものすごい染みました。すごい美味しかったです。ごちそうさまでした。
日はもう帰るだけなんですけど、便が夜の12時半発なんですよ。かなり微妙な時間なんで、格安ホテルを予約しました。1泊1部屋驚異の2000円です。ダナンってホテル数めっちゃ多くて、結構ピンキリなんですね。1部屋2000円はちょっと初だったんですが、ちょっと休憩して空港行ければいいやっていう感じなので、行ってみて今どんな感じかお見せしたいと思います。実際今、東京からダナンに来る便って微妙なのが多いんで、そういった時間に普通のいいホテル取ったらもったいないじゃんっていう人のちょっと参考になれば幸いです。スロープがあるんだけど、その前をね、おちゃんたちが独占してるんで使えません。これはまだチェックインできないのかな。系の時間は止まってます。ロビーにいたおちゃんたちは何なんだろう。一応タッチキーですよ。あ、人の生活臭がするんですよ。想像以上にいいじゃない。全然。ツインベッド1泊1部屋2000円のお部屋です。ベッドも別にめっちゃ硬いとかじゃないから寝れます。LG 製のテレビがついている。ドライヤーもちゃんとあって鏡がありまして、眺望っていう感じではないんだけど、建物ビューからのちょっとオーシャンビューです。ちょっと手厚くない？これ多分タダだよ。お水が2本とコーヒーとティーがあって、スナック菓子とカップラーメンまでついているじゃない。電気ケトルがあり、冷蔵庫もありまして、これ無料じゃないかも。普通価格表とかあるからないってことは無料じゃない。クローゼットがかなり大きめです。セキュリティボックスはありません。手洗いはユニットタイプになってまして、シンク比較的大きめ。アメニティ類も一通りあります。シャワールームも結構広めです。上から浴びるタイプと手持ちのタイプ。シャワージェルとシャンプーが置いてあります。水圧も弱くはない。空港に行く前にシャワーも浴びることができるし、ありなんじゃないでしょうか。激安旅行でダナン楽しみたいっていう人は全然気になるレベルではないと思うので、むしろいいホテルかもしれません。本日深夜便ということで、晩ご飯を最後に食べたいと思うんですけど、ベトナム料理でミシュランに選出されたこちらの別府クオンというお店に来ました。土曜日の今8時ってこともあって大混雑してるんですけど、私たちの前に30組待ち。思ったより進みは早いので待ってみたいと思います。スペシャルバインセオです。牛豚、エビとイカ。Hai bạn thì còn là mì xào bò nữa. 卵がパリパリしてて、中の具材がたっぷりで美味しい。ビールが欲しい。おかえりか。エビがたっぷり。生ハリー。もっちもちだ。今のところセットで食べたもの全部美味しい。香ばし系、甘め。長いようであっという間のダナン滞在でしたが、今回行った中で海鮮の第1位はナムダンシーフード。あそこはやばい。安くて新鮮で本当に美味しい海鮮が食べられるので、ダナンに来た方にはぜひ行っていただきたいと思います。お昼ご飯のローカルフード第1位は選ぶのむちゃくちゃ難しいんですけど、強いて一つ選ぶのであればバインミーの店が美味しかったかな。あれ美味しかった。ということで残りのご飯食べまして空港の方に向かいたいと思います。
本当にオンラインチェックインしててよかったね。スムーズさが違うよ。あ、最近始まったらしいよ。ベトナム航空はやっぱり席が広いですね。モニターもついてて映画も見れるし、席はかなりゆとりがある感じで、足伸ばしてもまだ全然スペースがあります。毛布も備え付け最高です。いただきます。ああ、だんだん帰りたくないな。ここなら住める。今回は結構ね、ベトナム料理のお店に行くのは少なめだったんですけれども、海鮮メインで食べに来ようっていう目的もあったんですけど、あとは他の YouTuber さんとかもダナンのベトナム料理のお店はたくさん出してましたので、他の人があえて行ってないような海鮮のお店も紹介しよう、あとは日本料理のお店とか韓国料理のお店もちょっと紹介しようということで、王道とはちょっと外れたお店のチョイスだったと思うんですが、どれも動画内で紹介しているお店はとっても美味しいお店ばかりなので、実際行った中で何軒かちょっと外れのお店はあったんですよ。それが動画内では載ってるお店は全部美味しいお店です。これからダナンは雨季を抜けて3月頃から寒季に入りますので、もう絶好のシーズンということで、ゴールデンウィークでもいいですし、夏休みでもいいですし、はたまた年末に来たら涼しいダナンを堪能することができると思いますので、皆さんもぜひダナンに遊びに来てみていただけたら嬉しいです。ということで今回の動画は以上です。声が最後枯れててすいません。体調管理には気をつけましょうということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。